皆さんこんにちは、華道家のりこうです。本日のテーマは茶花風の生け花の生け方ということで、早速やっていきましょう。はい、ということで今日はですね、本当に簡単なお花なので、ポイントを押さえつつサクッと何作かご紹介していければなと思うんですけども、茶花、いわゆる自然の姿をそのまんまシンプルに生ける、そんなお花を生ける際に一つ注意点として器の選択ですね。例えばこういった口の広い器を選んでしまうと、こうやって花を生けた時に口元がものすごくばらけて見えてしまうんですね。で、お茶花と生け花というのはある意味違うジャンルとしてくくられておりまして、どちらも一応日本の伝統的な花飾りの文化にはなるんですけど、茶花というのは読んで字のごとくお茶室に飾る花になるんですね。で、その精神性というか、目的っていうんですかね、そんなところで言うと、花は野にあるようにという心を大切にしています。そして茶道のおもてなしの心から生まれたお花なので、そんなに華やかに装飾的に飾るというよりは、自然感を大切にしながらも簡素にお茶室の床の間とかにちょろっと生けられる、そんなお花になるんです。皆さんも茶花といったらこういったものをイメージされるんじゃないかなと。それに対して生け花というと、一言で生け花といってもいろんなジャンルがあるので一概には言えないんですけども、もともと床の間があって、その中に花を空間を装飾するようなイメージで生けられていた。ですので先ほどのような簡素なお花ではなく、もう少しお花自体も華やかになってくる、そういった特徴といいますか、茶花との違いになってくるんですかね。で、ここで最初の注意点に戻るんですけども、生け花だといろんな種類、そして本数を取り合わせるので、比較的器というのは大きいものでも耐えれるんですけど、それに対して、皆さんもイメージの通り、お茶花というとですね、どちらかというとこういった口のすぼまった一輪挿しといった器とか、あと竹を切って器にしたものとか、壁にかかった掛け花とか、そういったやはりそこまで派手派手しくないお花というのが、茶花の特徴になるんです。そんな風に生けられるので、あまりこういった口の広い器で生けてしまうと、二輪だとこの口元がものすごくスカスカに映ってしまうと、また器の存在感とかも大きいとそれだけ強くなっちゃうので、まず一般的に茶花が生けやすいのはこういった一輪挿しタイプの器になります。ただ広い口の器の生け方なんかも今日はご紹介できればなと思うので、本当にある花材で思いつくだけちょっとご紹介できればなと思うんですけども、まずはこちらの陶器の一輪挿しの器で生けていきたいと思います。で、まず1作目、本当に簡単なお花というところで、一花一葉、花一輪と葉っぱ1枚で生けていこうかな。で、今日生けるお花がですね、こちらが花虎の王、別名角虎の王なんていう名前もついてるんですけど、この先端につく花穂、花穂が虎の尻尾に見えることから虎の王なんて言われてまして、ここの茎の部分を見るとですね、ちょっとわかりづらいかもしれないんですけど、角張ってるの伝わりますかね。カクカクしてるんですけど、そういったところから角虎の王なんて呼ばれている花材です。夏から秋にかけて咲くお花ですね。と、葉っぱがおなじみのレザーファン。これでまずはちょっとしたお花を生けていくんですけど、早速一つポイント。初心者の皆さんですと、このまんま2本をスッと生けてしまう。ただ器に入れただけという感じになっちゃうんですね。ですので一つポイントとしては、できればまずこの花の表情というのをどうすれば生き生きと生けれるかなというところで見定めて生けていくと良いんですけど、まず1作目のポイントが花虎の王をすっきりと主役に生けてあげて、で主役が入ったら脇役は主役を邪魔しないように少し控えめに生けてあげます。でなるべく先端部分がやはり綺麗なのでこの部分を使いたいんですけど、レザーファンというのは下の部分で枝分かれをしているので、下から取ってあげるとワンサイズ小さくなるんですね。そうやって下をどんどん取ることでサイズを小さくするというのが一つで、もう一つの手がもう小さくする前提なので、適当な部分で切ってしまって、でその上で水に浸かる部分の葉っぱというのを落としてあげる。そうするとやることは一緒なんですけど、こういったまず一つ小さいサイズのレザーファンが手に入るのと、もう一つこちら落とした下の部分ですね。これ長い軸がついたまま横に葉っぱが開くようなものが手に入るので、例えばこれ口が小さい器に有効的なんですけど、下のこのまっすぐの部分を器にスーッと入れても横に葉っぱが開いてくれると、少し前後にやってみましょうか。こういう感じで使えるんですね。そうするとこの器との接続部分もできてくるので、そうやって先ほどの先端部分だけだとちょっと寂しい場合はこういったものを活用すると下の部分がふわっと華やかになるので、お花をきれいに飾る上で結構有効的なテクニックになります。ということで主役のお花が入ったので、次脇役の葉っぱを生けていく。まずは先ほど落とした下の部分、
これをまずは下の器の部分と関わるような感じで生けていく。そうすると先ほど無造作に生けたものと違ってこう下に葉っぱが入ることで、生け花ではねじめなんていうテクニックになるんですけど、口元もキュッと引き締まるので、こういったシンプルなお花でも有効的なテクニックになると。で、今日はですね、茶花風生け花というところでご紹介してるんですけど、私はその茶花自体を習ったことはないので、あくまで生け花ですよというところでそんなタイトルをつけまして、ただ日本の文化として考えるポイントとかお花を美しく見せるポイントっていうのは一緒ですし、生け花のようにたくさんの本数とか種類をまとめる力がつくと、こういったちょろっと飾れる茶花というのは比較的労せず生けれるんじゃないかなと。1作目はこんな感じかな。なるべくこの器の口元にも葉っぱを入れてあげるとキュッと引き締まるので、自然の風情を生かしたようなそんな茶花風の生け花が出来上がるんじゃないかなと。はい、ということでまず1作目がお花を主役にした場合のお茶花でした。で、この花というのもやはりバラとかガーベラとかカーネーションみたいなザ・洋花っていう感じの華やかな一輪のものというよりは、今回のこういった花虎の王とか桔梗とかケイトウとかでもいいと思うんですけど、ザ・和花っていう感じのお花を取り合わせると良いです。で、さらに言うと今ご紹介したようなバラとかカーネーションとかって生産者が丁寧に作ってるので、一本一本動きとかっていうのがないで、ほとんど茎とかもまっすぐですよね。花虎のも茎がほとんどまっすぐなんですけど、こういったあまり変化のない花材よりはなんかもうまさに自然から切り取ったような野生味あふれる茎がふっと曲がってたりとか、あと花虎のこれいい点が先端の部分、この花穂のここがですね、一本一本くねくねと表情が違うので、それがこういったシンプルなお花になってくるとものすごく味わいになってくるんですけど、そういうお庭とかで取ってきたお花というのを取り合わせると一気に風情みたいなものが表出されるので、ぜひね皆さんも参考にしていただければなと。で、続いて今虎の花を主役にした場合を見ていただいたんですけど、次にこういった枝物を主役にした場合、これは今生けたのは木いちごなんですけど、その場合は花が脇役になってくるので、先ほどより少し低めに押さえて生けていく。ですので主役の線をスッと伸ばして口元を花でスッと引き締めてあげると。で、使う花材によっては葉っぱをこうやって落とした時にこの下の軸が長いものがあったりするので、そういったものでねじめしてあげると、これもまた1本と花1輪ですので、一花一葉ならぬ一花一枝ですね。そんな感じでシンプルに飾れると思うんですけど、今日はこちらナルコランがあるので、これを1本だけちょっとスッと足していこうかな。この斑入りの葉っぱがまた爽やかで綺麗ですよね。こんな感じ。そうするとまた葉っぱで下がキュッと引き締まるんでね。で、最後にこの木いちご、均一的に葉っぱがボテボテっとついてるので、ここも生け花と同じ考えなんですけど、少し風を通してあげた方が自然の風情とか味わいが出てくるんじゃないかなと。この入ってる花材が少ないのであんまり寂しくならないようにさばくんですけど、でも軽くしてあげていいんじゃないかな、こういうお茶花の場合は。これも先ほどお話したように、もうちょっと茎に動きがあったりとか、そういった味わいのあるものを使ってあげると一気に表情が出てくるんですけどね。これで先ほどボテボテっと葉っぱがついていたのが軽やかになって風が通ったんじゃないかな。ということで2作目、枝物を主役にして花を脇役にした、そんなちょっとしたお茶花が出来上がりました。はい、ということでこのようなちょろっとしたお花だったら本当に無限にいけれそうなんですけど、同じような構成でちょっともう一作だけ生けてみましょうか。で、次に使うのがこちらガマですね。木いちごではなくてこのガマを主役にした場合、まず何といってもこのソーセージ、穂の部分がこのガマの魅力なので、これを主役にスッと高めに生けていく。で、普通の生け花であればここにガマ足しちゃって完成でもいいんですけどね、ちょっとこのグリーンが爽やかなんで木いちごもそのまんまにしちゃいましょうか。で、先ほどまで木いちごが主役だったんですけど、こちらのガマをスッと主役に高めに持っていくと。で、ガマって穂も魅力なんですけど、この葉っぱの部分も一つ魅力特徴になるんですね。で、短くすると下の方についてた葉っぱというのは全部落ちてしまうので、今落としてしまったこの葉っぱというのを後から足してあげる。これ入るだけで一気に雰囲気違ってくるので、葉っぱが落ちちゃった花材というのは後から足すという処置が必要になってきますね。どうでしょうか。これ1本だけで全然雰囲気違ってきますよね。で、ガマというのは葉っぱがもうちょっとわさーっとつくので、もうちょっと高さに変化を加えながら入れていきましょうか。
こんな感じでこのチャンネルでは日本の伝統的な文化、生け花のお花をきれいに飾るいろんなテクニック、ポイントをお伝えしておりますので、まだチャンネル登録がお済みでない方はこの機会にポチッとよろしくお願いいたします。またすでにチャンネル登録してくださっている方、もし今回のこの茶花企画面白かったら、いろんなお花でまた生けていきたいなと個人的には思っているので、よろしければコメントの方もお待ちしております。でちなみにですね、今2枚目に入れたこの葉っぱ、ガマの葉っぱって指のこの腹を使って撫でてあげると綺麗にこう曲線が出てくれるんですね。であんまりくるんとさせちゃうとそれこそまた自然っぽくなくなっちゃうので、器の中心からこうふっと広がるようなイメージでいけていこうかなと思ってちょっと広がりを出してみたんですけど、そうやって動きをつけるというのも綺麗に飾るポイントというか、テクニックの一つですね。やっぱこの木いちごも少し効いてますね。これでちょっとした3作目のお花が出来上がりました。よし、そしたらちょっと動画時間が長くなりそうなので、あと1作生けて今日は終わりにしようかなと思うんですけども、生け花ではしばしばこういったお皿に剣山などの花留めを使っていける、盛り花と呼ばれるお花だったり、花瓶に生けるお花、花瓶の瓶に花と書いて陛下と呼ばれる、そんな種類の生け花があるんですけど、陛下は別名投げ入れ花とも呼ばれていまして、まさにこういった花瓶に自然の姿をそのまんま生かして投げ入れるようにお花を入れてたことから投げ入れ花なんて呼ばれています。ということで基本的に茶花というのはこういった花瓶だったり、最初にご紹介した竹の筒だったり、剣山みたいな花留めを使わずに投げ入れ花というもので生けていくのが一般的ですね。また同じ花瓶でもこういったガラスでこのまんま同じように生けても全然綺麗に飾れるとは思うんですけど、皆さん想像してみていかがでしょうか。日本の和室、畳があって床の間があって掛け軸がかかっていて、そこにガラスの花瓶でお花が飾ってあるとちょっと合わないですよね。そんなところで一番最初に注意点としてお話しした通り、こういった陶器とか竹とかやはり素朴な器に生けるというのも、いろんな花材とか器を用いて生ける生け花との違いになってくるのかなということで、まだまだこういったちょっと大きめの器に生けるポイントとかもご紹介したいなとは思ったんですけど、動画時間長くなりそうなので、最後にこちら。これも先ほどの一輪挿しの口よりは少し広いので、こういった器でどうやって生けるかっていうのをちょっとご紹介して終わりにしようかな。もしね、他にもいろんな飾るアイデアを教えてほしいという方がいたら、ぜひぜひコメントでお待ちしています。最後はこちら、ブバリアを生けていこうかなと思うんですけど、和名だと干潮樹なんて呼ばれるお花です。先端にこうやってお花をたくさんつけまして、これ一輪一輪がこのように管状になっているのと、花をてっぺんから見た時に綺麗に4分割になっていまして、漢字の蝶の字に似ていることから干潮樹なんて呼ばれています。で、先ほど生けた虎ののようにちょっと味のあるお花というわけではないんですけど、まだね、バラとかよりはちょっと自然の風情あるかなと思って、次はこちらを生けていこうかなと。で、先ほどご紹介したように、口が広いと花がばらけて散漫としてしまうので、ここで一つテクニック。まずこの器の口に茎を1本かけていきます。今切ったこの下の部分の茎をこの口の部分にこんな感じでガチッとはめていくと、こんな感じ。これでガチッと止まってくれてますね。で、その上でここの十字の半分の部分を使って生けていきます。ということで、まずは1本目を口元に短めに生けていく。水に浸かる葉っぱはきれいに取っておくと。で、真ん中に枝をかけたので、こっち側の片方だけを使って生けていく。まずはちょっと手前に張らすように。で、続いて2本目は少し伸びやかにですね。この辺も生け花と考え方は一緒です。野に咲く花のごとくですね。で、今せっかく口の半分を使ってるので、こっち側の口に葉っぱがかかっちゃうと全体的にまたベターっと見えてしまうので、この片方の空間を大切にしていく。今回の場合ですと、ブバリアのこの葉っぱがねじめみたいな感じでいい感じにふわっと中心部分をまとめてくれてるので、ナルコランとかレザーファン足さなくてもいいのかなと。またあるいは先ほど落としたこの下の部分の葉っぱ、これをですね、こうやって下の部分を落として、でこうすればちょっとした葉っぱとしてまた足せるので、これをねじめの素材として使うというのも有効活用してあげると、これ1種類だけでこうやってまとめることもできるので、こんなテクニックもありかなと。本当にちょっとしたお花だったらもうこれだけで完成でもいいと思うんですけど、最後にこちら、教室に汗びがあったのでこちらを生けていく。こ
からいい枝を選んでいこうかなと思うんですけど、これが一番動きがあって面白いので、これを使っていきます。そしたらこの枝1本を動きを生かすようにしてひょろっと高めに生けていく。で、この時枝というのは花瓶に刺してもこの表情で止めたくてもくるんと回ってしまったりするので、そこで折り止めというテクニックを使っていくんですけど、この花瓶の生け方というのはこちらの動画でめちゃくちゃ詳しくご紹介しているので、今日はこのやり方とかポイントの説明というのは割愛していこうかなと。ぜひね、花瓶にお花をきれいに飾りたいという方は参考にしていただければなと。で、この折り止めがしっかりと止まっていれば、多少のことじゃ枝は倒れたりしません。ということで、こんな感じで生けてあげると、口元が広くても片方に足元がキュッと引き締まるので、引き締まった印象のお花にすることができると。で、これで完成でもいいとは思うんですけど、今上の部分アセビで下の部分がブバリアといった感じでちょっと2層に分かれちゃってるので、先ほどのアセビをもうちょっと口元に入れてあげると、混ざり込んでくると思うので、そんな感じでいけて完成にしましょうか。先ほどのブバリアの葉っぱがいらなかったですね。ちょっと一旦抜いて、先ほどのブバリアの葉っぱが入ってたところにアセビの葉っぱをふわっと混ぜ込んであげると、これで上のアセビとの移り合いも良くなったんじゃないかな。で、2本丈比べ高さが並んでるので少し整理をして、あんまり透かしすぎてもこの植物の勢いとか味っていうのがなくなっちゃうので難しいところですけど、こんな感じかな。皆さんもポイントを押さえれば本当に少ない花材でちょろっとお家に生けて飾ることができると思いますので、ぜひこの動画を参考にチャレンジしていただければなと。また別のパターンが見たいという方はチャンネル登録やコメントの方もよろしくお願いいたします。はい、いかがだったでしょうか。本日の動画が面白かった、ためになったっていう方はチャンネル登録や高評価をポチッとよろしくお願いいたします。それではまた次回、バイバイ。